はい、皆さんこんにちは。今回は我が家のですね、無線通信用電源ということで、ご紹介していきます。まず、自宅用として主に使っているのがコメットの、CPS3200 ですね。マックスが30アンペアになります。主にですね、卓上の無線機、FT991A とかこういうのに使ってます。あとがですね、今は予備として置いてあるアルインコの、EP3010 もありまして、こちらはですね、マックスが30アンペアになります。一般家電のほとんどは本体から 100V の線が出ているか、本体に差し込んだ線をですね 100V のコンセントに差すというのがですね、ほとんどですが、最近のアマチュア無線機はというとですね、軽量小型化と、アウトドアでも使えるように、外部電源にですねなっているのがほとんどで、おおむね 12V から 13.8V の電源があれば使えるということになります。余談ですが DC 電源の DC は、ダイレクトカレント、つまり直流で AC は、アーチューユニレカレント、つまり交流ということになります。以前はアルインコの EP3010 のような、トランス式がですね主流だったんですが、最近はですね、効率の良い、スイッチング式ですねが主流になってきていて、電源もですね小型軽量になってきていますが、自作とか海外、輸入品等においてはノイズ対策が、欠かせないのではないでしょうか。我が家でも、以前ですね、中華製のスイッチング電源が、格安だったんで、買ってみたんですが、VO は良いのですけどね、HF 帯でノイズがかぶって、まともに受信できなくなるので、今は、手放しています。今使っている2種類の電源もですね、実は中古で手に入れたのですが、十分にですね、役に立っております。あとは移動運用になりますが、ハンディ機の充電器がですよ、バラバラで困ります。ID31 とか ID51 は同じですが、簡易デジタルが同じアイコムでも、違っていたりですね。あと八重洲のハンディ機も充電器が別になります。普段はまとめて引き出しにしまってますが、始末が悪いとですね、時々ね行方不明になってます。はい、そんな感じです。こっからが車載用の電源どういうのを使ってるかみたいなのになるんですけど、自家用車が軽バンで、10W から 25W 出力くらいだと、車のバッテリーでも良いのですが、最近は車のバッテリーを使うのはやめてます。うっかり電源を切り忘れたりの、放電防止とたまに最大 50W での運用をしたい時もあるということで、ポータブル電源とバッテリーをですね別に用意して、使うようにしております。また自分以外が運転する、車の運転をする可能性も考えてですね、運転席の無線機の直付けはやめてます。実はですね、ネットの紹介であったんですが、たまたまご主人の車で買い物に出ただけの奥さんを、路上ですね、
警察の方が、検問で、警察署に出頭するようにですねさせて、奥さんあんまり無線機のことは分かんないんじゃないかと思うんですけどね、その奥さんを誘導尋問みたいな感じでですね、調書にサインさせて、その罰金をですね請求されているというような話も出ていましたので、ちょっと余談な話になりましたが、自分としてはですね最近は移動先の運用だけにしてます。使っている電源は最近はやはりポータブル電源と、リン酸鉄リチウムバッテリー 12V 18アンペアのものをですね2個使ってます。ポータブル電源は主にパソコンの電源で、無線機はバッテリーで使います。大概この運用方法っていうか、運用実験、いろいろやってますけども、これで十分にですね間に合ってます。あとまたポータブル電源なんですが、定期的にですね充電しておけば、アウトドア系の家電としても使えるので、コーヒーを入れるとか、ご飯をちょっと今 12V で炊けるのもあるんで、そんなのを使ってみたりとかですね、大変便利に、使えるということになります。はい、そういうことでですね、今回は我が家の、通信用電源ということで、お送りしてきましたが、いかがだったでしょうか。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。